こんにちは、Aスタイルです。私は今羽田空港に来ています。今回の動画はバリ島旅行を Vlog 形式でお届けしたいと思います。いつもは私が行った国の観光地や人気グルメスポットなどをモデルコースの動画でご紹介していますが、実は転んで足を怪我してしまい、いろんな場所を観光することができなくなってしまったんです。でも今回は素敵なホテルを予約したので、キャンセルは絶対したくなくて強行することにしました。そうは言っても街中をブラブラしたりショッピングは楽しむ予定なので、バリ島のゆっくりした雰囲気を Vlog でお伝えできればと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。今夜の10時半です。今回はタイ航空の深夜便を利用するので、出発前に同じスターアライアンスの ANA ラウンジを利用したいと思います。夜中の便だと機内食は出ないか少なめだと思うので、出発前に軽く食べておきたいと思います。久しぶりに ANA ラウンジを利用しましたが、やはりとても快適で、あっという間に時間が過ぎました。搭乗口に行く前に歯ブラシや洗顔などを済ませておこうと思います。このラウンジのお手洗いには石器製の化粧水と乳液がありました。メイク落としや洗顔さえあれば寝る前の準備バッチリ。スキンケア用品を忘れても安心です。ちなみに男性用の化粧室にもあったそうです。搭乗口に来ました。今回はバンコク経由でバリ島に行きます。バンコクまではだいたい7時間で早朝に到着する予定なので、機内ではゆっくり寝て過ごそうと思います。機内で少しでも快適に過ごしたいので、スリッパや着圧ソックス、ブランケットなどを持ってきました。これでむくみ対策や寝る準備バッチリ。離陸する前に身につけてしまおうと思います。軽食と水が配られました。もうお腹いっぱいなので、これは朝に食べようと思います。機内は乾燥するので、パックやハンドクリーム、リップなども用意しました。パックは機内でするのはちょっと恥ずかしいのですが、意外とされている方も多いので、私も便乗しちゃいます。最近機内でゲームをしたところ、あっという間に時間が過ぎたので、今回は家からゲーム機を持ってきました。主人と年末恒例の桃鉄をやります。ネットフリックスの映画もダウンロードしてきたので、ゲームに飽きたらそちらも見ながら過ごしたいと思います。バンコクに到着しました。今は現地時間の午前6時、まだ外は真っ暗です。バンコクのスワンナプーム空港はとても広い空港なので、トランジットの時は少し大変です。次の搭乗まで時間があると、搭乗ゲートがまだ表示されていないので、いつも迷子になります。航空会社のスタッフの方に聞くのが一番早いのですが、トランジットの入り口もたくさんあり、航空会社のカウンターも見つからないので、いつも一か八かで一番近いところに向かうようにしています。さっき機内でもらったお水などは乗り継ぎの手荷物検査で没収されてしまうので、新しくお水を買うなら搭乗直前がおすすめです。無事手荷物検査を終えてタイ航空のラウンジに来ました。次の搭乗まで2時間ぐらいあるので、身支度を整えたいと思います。ここで夏服にも着替えてしまおうと思います。
機内食で朝食を食べているので食べ過ぎちゃいけないと思うのですが、美味しそう。甘いものは別腹ということにしました。搭乗口に来ました。いよいよバリ島のデンパサールに向かいます。デンパサールまでは約4時間半かかるので、まだまだ時間はかかりますが、バンコクに来るまでゲームや映画を見ていたらあまり眠れなかったので、少し仮眠を取りたいと思います。私はバリ島に何回か行っているので、今回の旅行についても悠長に構えていたのですが、インドネシアへ入国するのに必要なものが結構あって直前にバタバタしたので、参考情報として2025年12月現在のインドネシアへの入国条件をまとめてお伝えしたいと思います。まず事前に電子税関申告と健康検疫申告書の申請が必要です。それから30日以下の滞在の場合は到着ビザの取得も必要になります。すべて個別に申請するのは少し大変なのですが、2025年9月に導入されたオールインドネシアというシステムを使うと、税関申告と健康検疫申告、電子到着ビザの取得がまとめてできるようになっていました。到着ビザに関しては現地で取得することもできますが、その分入国時に時間がかかってしまうので、事前にオンラインにて電子到着ビザを取得しておくのがおすすめです。ちなみに電子到着ビザの申請料金はビザ、マスター、JCB のクレジットカードで支払うことができ、手数料込みで52万4500ルピアでした。その他バリ島では外国人観光客を対象に1人当たり15万ルピアの観光税が徴収されます。支払いはラブバリというシステムを使用してオンラインでできますが、空港の到着ロビー、ホテルや観光地、旅行代理店などで支払うこともできます。徴収金を支払わない場合は制裁措置もあるようなので忘れないようご注意ください。バリ島に到着しました。入国はとてもスムーズでだいたい30分ぐらいでした。今は現地時間の午後2時半。これからグラブを手配して空港から移動したいと思います。今回バリ島には3泊する予定で、前半はウブド、最後に1日だけサヌールに宿泊します。バリ島の南方面、ジンバランやヌサドア方面には宿泊しないので、ホテルに行く前にジンバランの食器屋さんに立ち寄ってからウブドに向かいたいと思います。それにしてもちょうど到着便が多い時間なのか、空港周辺は大渋滞です。バリ島は空港周辺だけでなく至る所で渋滞が発生するので、観光を計画するときは移動時間にかなり余裕を持って計画しないといけないなと実感しました。こちらはジェンガラケラミック。バリ島でとても人気のある食器屋さんです。本来なら空港から約30分で来ることができるのですが、今日は渋滞で1時間かかりました。私はこちらのプルメリアの花をモチーフにしたプレートを日本で10年以上前に買ったのですが、すごく可愛くてずっと気に入って使ってるんです。それで小皿も買い足したいなと思っていたのですが、購入したお店が閉店してしまってどうしたものかと思っていたので、今回絶対に購入したいと思ってジンバランまで足を伸ばしました。小皿以外にも可愛い食器がたくさんあって迷っちゃいます。迷いに迷いましたが無事購入できました。一応割れないように包んでくれていますが、日本から緩衝材を持ってきたので帰る前に自分で包み直したいと思います。それではこれから急いでホテルに向かいたいと思います。バリ島はビーチリゾートのイメージが強いと思うのですが、ウブドはどちらかというと山のエリア。自然が豊かな場所で王宮や寺院もたくさんあるので、バリ島の文化や芸術も楽しむことができます。今日はウブドの中心地から車で10分ぐらいの場所にあるマンダパリッツカールトンリザーブに泊まります。
このリザーブはリッツ・カールトンの最上級ブランドで、現在世界にまだ8カ所しかないそう。どんな素敵なホテルなんだろうと滞在を楽しみにしていました。もうすっかり暗くなってしまいましたが、ようやくマンダパに到着しました。このホテルは撮影の場所や時間などに少し制限があるので、限られた範囲にはなりますが、できる限りご紹介できればと思います。ちなみにジンバランからは約2時間半かかったので、空港から直接来ると約2時間というところでしょうか。とにかく移動距離が長くて渋滞もあるので、移動前にトイレや車内の冷房対策は必須です。到着するとすぐに可愛いウェルカムドリンクを用意してくれました。本当はここのロビーすごく絶景なんですけど、日が沈んでしまったので、まずはチェックインして部屋に向かいたいと思います。このホテルの客室はビラ25室とスイート35室があり、ビラタイプの部屋はすべてプールがついています。今回私は足の怪我でプールを満喫できないと思ったので、スイートルームを予約しました。あまり歩かなくて済むようロビーから近い部屋をリクエストしましたが、敷地が広大でどこに行くにもカートで送り迎えしてくれるので、特にリクエストしなくても大丈夫でした。今日宿泊する部屋はリザーブスイート。早速ルームツアーをしたいと思います。わあ、広い。広さは145平方メートル。リビングとベッドルーム、バスルームが一続きになっていて開放感があります。今回私たちはアメックスのクレジットカード会社を通してこの部屋を予約したのですが、予約の特典として部屋のアップグレードとアーリーチェックイン、レートチェックアウトの確約がされています。朝食付きですが、レストランやスパで利用できる100ドル相当のホテルクレジットもついていました。今回はホテルが満室だったため、残念ながらアップグレードはありませんでしたが、それでも十分すぎるほど広い部屋です。テーブルにはウェルカムフルーツとバリ島伝統のスイーツ、温かいお茶が用意されていて、ほっと一息つくことができました。ベッドはクイーンサイズのツイン。キングサイズ1台よりもお得感があるのは私だけでしょうか。広くて寝心地も抜群、朝まで爆睡でした。ベッドの両サイドにあるテーブルの引き出しにはコンセントとタイプ A、タイプ C の USB ポートがあるので、カメラやスマホの充電も問題なくできます。ベッドルームの片隅にはミニバーがありました。棚の上にあるミネラルウォーターとナッツなどのおやつは無料でいただくことができます。棚の中には電子ケトルやコーヒーマシーン、コーヒーのカプセルとティーバッグもこちらにあります。冷蔵庫の中身はすべて有料で、ソフトドリンクやお酒がたくさん入っています。引き出しには食器類やスナック、アルコール、
こちらのスナックも無料でいただけるそうです。気になる水回りも広くてとても綺麗。洗面台を中心にシャワーブースとトイレ、バスタブ、ドレッサーがあります。バスタブにはバスソルトが用意されていたので、旅の疲れをゆっくり癒すことができました。ドレッサーもゆとりのある大きさなので、スキンケアやメイクも落ち着いてできます。ちなみにドライヤーはダイソンでした。洗面台も広くて快適です。歯磨き用のお水もしっかり用意されています。歯ブラシやヘアブラシなどのアメニティもしっかり揃っているので、自分で用意する必要はありません。シャワーブースには滝行ができるぐらい高い場所にレインシャワーが。もちろんハンドシャワーもあります。バスアメニティはオリジナルのもの。泡立ちは悪くなくとても良い香りでした。そしてトイレはなんと我らが TOTO のウォシュレット付きです。部屋の入り口入ってすぐのところにはウォークインクローゼットもあります。ローブやスリッパ、ヨガマット、ビーチバッグはお持ち帰り OK です。虫除けになるボディスプレーやボディミスト、クーリングジェルや日焼け止めまであります。でもバリ島の蚊はこんなものには屈しなかったので、虫除けは日本から持ってきたもので念入りにするのがおすすめです。さて、部屋を一通り確認したら時間はもう夜の8時半。事前にディナーの予約をしておいたのでレストランに行きたいと思います。マンダパでディナーを楽しめる場所は4カ所あるのですが、これから利用するのはシグネチャーレストランのクブです。ディナーの時間のみオープンする大人気のレストランで予約は必須。実は私が予約した時はすでに満席だったのですが、キャンセル待ちをお願いしたら意外とすぐに予約が取れました。コクーンと呼ばれる鳥かごのような席が人気で、今回もおすすめしていただいたのですが、少し圧迫感があったので普通の席を利用することにしました。説明が遅れましたが、マンダパはユン川のほとり、緑豊かな水田と丘に囲まれた場所に位置するホテル。ここクブの目の前にもアユン川が流れており、川のせせらぎを聞きながら食事を楽しむことができます。メニューはコースかアラカルトを選ぶことができると言われましたが、料理の内容もよくわからなかったのでコースでお願いしました。このレストランは廃棄物ゼロをモットーにしていて、食材はすべてここから 100km 以内から調達しているそう。どんな料理が出てくるのか楽しみです。最初にネタバレしてしまうと、このホテルの食事はもう間違いない。東南アジアに旅行するとやはり口に合わない料理もあったりするのですが、どの料理をとっても本当に美味しいんです。見た目もワクワクするようなものが多く、スタッフの方からこの中には何が入っているでしょうかというようなクイズがあったりして会話も楽しむことができます。実は今日はヘトヘトに疲れていて食事をするのも面倒だったのですが、そんなこと全部吹っ飛んじゃうような有意義な時間を過ごすことができました。バリ島の12月は実は雨季。今日は到着した時に少し雨が降っていましたが、通常雨季でも午前中は晴れることが多いようです。
明日は朝食後にバトラーの方がマンダパツアーをしてくれるそう。ウブドの街中へも行く予定なので今日は早めに休みたいと思います。おはようございます。バリ島2日目の朝です。昨日は真っ暗で気づきませんでしたが、この部屋にはとても広いバルコニーがありました。天気は快晴ではないものの雨は降ってない。少し涼しくて気持ちのいい朝です。目の前に広がる緑豊かな景色に本当に癒されます。朝食は朝7時から食べられるようなので、散歩がてら歩いてレストランに行きたいと思います。このホテルは丘の斜面に段階的に部屋が立ち並んでいて、朝食のレストランサワテラスはちょうど丘の中腹あたりにあります。豊かな自然に囲まれたオープンエアの空間で、心地よい風に当たりながら食事を楽しむことができます。とても雰囲気の良いレストランで、料理の入れ物や並び方がとにかくおしゃれ。フードカバーもされているので虫除け対策もバッチリです。料理はゆで卵やベーコン、ソーセージ、ポテト、ベイクドビーンズなど定番のウエスタン料理や、チャーハン、焼きそば、野菜炒め、点心などの中華、卵料理や麺料理はライブキッチンで用意してくれます。パンの種類も豊富。チーズやハム、サラダやお刺身は氷の上に置かれているので傷む心配はありません。フルーツに色とりどりのフレッシュジュース、ヨーグルトやジャム、グラノーラやシリアルも種類がたくさんあり、どれにしようか迷ってしまいます。ビュッフェだけでも食べたいものがありすぎるのに、なんとアラカルトメニューまでありました。食べ過ぎだと分かってはいますが、これはオーダーしないわけにはいきません。食材は新鮮で味付けも本当に美味しい。清潔感があるので、野菜やお刺身などの生ものも安心して食べることができます。私はデザートをオーダーメニューから選びましたが、こちらも頼んでよかった。大満足の朝食でした。ちょうどレストランの前にプールがあったので、ちょっと覗いていきましょう。今回私は利用しませんでしたが、プールは2つ。キッズ用もあるようです。プールの横にはバーがあり、カバナやビーチベッドも用意されているので、軽食やドリンクを楽しむこともできます。プールからは勢いよく流れるアユン川や、美しい棚田といったウブド特有の景色を眺めることもできました。そしてレストランのすぐ横にはブティックもあります。店内にはインドネシアらしい生地でできた衣類やバッグ、伝統工芸品などがずらりと並んでいました。子供用の帽子やぬいぐるみのなんとかわいいことよ。アクセサリーも本当に素敵で、ついつい夢中になって見てしまいました。まだまだショップにいたかったのですが、そろそろマンダパツアーの時間。バトラーさんが迎えに来てくれました。ツアーのスタート場所、エントランスロビーに向かいます。ウブドは自然豊かなジャングルに囲まれたバリの文化と信仰の中心地。バリならではの魅力に満ちた村にあるこのリゾートは、心身ともにリラックスできる特別な場所です。
安らぎのオアシスとしてデザインされたこのホテルは一番高い場所にあるロビーからの景色が絶景。ここから眺めるウブドの森は本当に美しく、何時間でも見ていられる究極の癒しスポットです。ロビーの横にある静かな場所には寺院もあり、信仰心の熱いバリならではのどこか凛とした神聖な雰囲気を感じることもできます。ロビーのすぐ隣にはマンダパのダイニングの一つアンバーもあります。和風のフュージョン料理と手作りカクテルをいただくことができるレストランで、夕方には美しいサンセットとジャズの生演奏を楽しめるそう。昨日利用した区分も幻想的で素敵でしたが、サンセットも捨てがたい。こちらも良さそうな感じのレストランです。ロビー周辺をひとしきり見学したら、先ほど眼下に眺めていた丘の下に向かいます。こちらは敷地内にあるライステラス。バリ島は年中暖かいので、年に3回ほど苗を植えることができるそうです。私が行った時はまだそれほど大きく育ってはいませんでしたが、それでも鮮やかな緑色がとても綺麗でした。この辺りは散歩するのも気持ちが良い場所。私たちは立ち入ることはできませんが、寺院もありました。そしてここには変わった形の建物も。マンダパキャンプと書かれており、中にはなんと滑り台やゲームまであります。奥にはカモや鶏が、牛がいることもあるそうです。私もちょっとワクワクするくらいなので、子供たちもきっと楽しく遊べるはず。大人だけでなく子供たちも楽しめるところがたくさんあって、本当に素敵なホテルだと感じました。マンダパキャンプからさらに奥へ進んでいくと、アユン川のほとりに出ます。川の流れは結構急。天気が良ければラフティングなどのアクティビティも楽しめるそうです。川沿いを進むと、昨日ディナーをいただいた区分があります。ディナーのみ楽しめるレストランなので今はクローズしていますが、明るい時間の方が国運石の全体像がしっかり見えます。区分のさらに先がこのホテルの一番端、マンダパスパがあります。リバーフロントにある建物はまさに癒しの空間。ウェルネスのためのすべての施設が揃っています。健康と信仰を求める人々が集まるバリはトリートメントが有名。カップルで利用できる部屋もあり、心身を解き放つひとときを過ごすことができます。フィットネスやヨガスタジオでは無料のプログラムなども行われているよう。フィットネスは24時間オープンしているので、主人も楽しそうに利用していました。ホテル内を一周したので、少しウブドの街中へも足を伸ばしてみたいと思います。マンダパにはホテルと街中にあるプリルキサン美術館の間を往復するシャトルサービスがあるので、そちらを利用したいと思います。美術館はウブド王宮から徒歩3分ぐらいの場所にあるので、街歩きにはちょうど良い場所です。王宮を見学したり、マーケットを覗いてみたり、おしゃれな食器屋さんやコスメなどお土産になりそうなものを探していたら、あっという間に時間が過ぎてしまいます。
雨季といえどやはり日中は暑いので休憩は必須。おしゃれなカフェで冷たい飲み物をいただきながら一息つきました。街中を存分に楽しんだらホテルに戻りチェックアウトの準備をします。今回は16時までのレイトチェックアウトを利用できたのでバリ島到着日の宿泊でもゆっくりできましたが、もっと泊まりたいぐらい名残惜しい。マンダパでの滞在本当に癒されました。今は午後3時、少し早いのですがホテルをチェックアウトして次のホテルへ向かいます。次のホテルも私がずっと泊まりたかったホテル、マンダパのすぐ隣にあるアマンダリへ移動します。アマンダリの滞在については次回の動画で詳しくご紹介するので引き続き見ていただけると嬉しいです。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。